はいどうもバンバです。ということで今日はバスケを変えた男と題して先日32歳の誕生日を迎えた歴代最高のスリーポイントシューターステファン・カリーを紹介していきたいと思います。本題に行く前に今週から日頃から応援してくれてる視聴者を動画冒頭で紹介していきたいなと思います。これを機に NBA ファン同士がつながっても嬉しいしね。最初なので今回は一番早く応募してくださった3名。A goalkeeper in his first season from Kanash Tech High School played all the sports and chose basketball. Number 24, Ethan Hunt. A guard in his third season from Duke, number 33, Walter Turner. And the other guard in his seventh season from Meisei Gakuin, number 76, Tatsuya, the Touch, Wesky. 皆さん応募ありがとうございます。インスタでメンションしてくれれば見つけますので次の動画でも応募待ってます。こんなカリーも生まれて32年ということで、ステファン・カリーはオハイオ州アクロンで NBA プレイヤーであるデル・カリーの息子として生まれました。レブロンも生まれはオハイオ州アクロンですから、この地域から2人の将来殿堂入りプレイヤーが生まれたというのはキャバリアーズとウォリアーズの NBA ファイナルの時代に大きな話題となりました。高校生の頃体が小さかったカリーですが、そのスコアリング能力は健在でした。しかしデュークや NC ステートなどカリーが生まれ育ったノースカロライナ州の大学はもちろん、バスケの強豪は一校もカリーにオファーをしませんでした。結果デイビッドソン大学に進学したカリーですが、1年生ながら無名校をマーチマットネスのエリート8にまで導きます。カリーの大活躍と無名校の大躍進は多くの注目を集め、なんとレブロンが観客席に見に来るほどでした。カリーは多くの NBA 選手のように大学1年間の直後にドラフトには参加せず、大学バスケで得点王になった3年生のシーズンで NBA ドラフトに参加しました。そしてなんとドラフトの時にブーイングが起こりました。With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College.彼の NBA 入り当初の評価としては、優れたシューターではあるけど身長も身体能力も高くないこと、すでに大学3年生のシーズンを終えているということで、年齢的にも伸びしろが少ない。 NBA で成功するかもしれないけどその成功も限られていると。プレイヤー比較としてはブランドン・ジェニングスだったりジェフ・ティーグ、タイ・ローソンと呼ばれていて、当時に遡ってみると評価としてはそんな感じで、それがブーイングという反応に現れたんだと思います。しかし実際にシーズンが始まってみると、カリーはスタメンに抜擢され、スロースタートではありましたが、シーズンを終えて平均 17.5 得点、4.5 リバウンド、5.9 アシスト。その年のルーキーオブザイヤーのタイリーク・エヴァンスに続き、ルーキーで2番目にベストなシーズンを送りました。順風満帆に見えたステフのキャリアですが、そこからというもの、彼は度重なる足の怪我に悩まされ続けました。2年目にはさらにシュート成功率を上げてきましたが、オフシーズンに足首の手術に踏み切り、3年目のシーズンに挑みますが、再び足首の怪我により、本来プレイヤーが大きく成長を期待される3年目のシーズンにカリーは26試合しか出場することができませんでした。そんなカリーとウォリアーズは4年44億円で延長契約を結びますが、数字にすれば1年11億円。カリーが1年11億で済むなんて今じゃ考えられないですけど、前の年に26試合しかプレーできなかった怪我がちのプレイヤーに4年44億円の契約はかなりリスキーだと、なんと当時ウォリアーズのフロントとカリーに疑問が投じられました。すでに2011年12年のシーズン中にウォリアーズは長年エースとしてチームを引っ張ってきたモンテ・エリスをミロウォーキーバックスにトレードし、まだ実力が証明しきれていないカリーに球団の未来を全て託す形となり、カリー自身にも大きな期待とプレッシャーがかかる中迎えた2012-13シーズン。彼は NBA の歴史を大きく動かすような記録的なシーズンを送ります。Turns the corner, there's a three, and there's the record tire right there. Score from everywhere, Curry from deep, there's the record! He stands alone as the best three-point shooter in a single season in NBA history. レイアレンが長年保持していたシーズンスリーポイント記録269を塗り替え、1シーズンスリーポイント272本という記録を打ち立てました。歴代最高のシューターといったらレイアレンかレジー・ミラーか、どっちだみたいな、そんな風潮の中でいきなりステフが出てきて、こんなスリーが入るやつ見たことないってぐらい衝撃的でした。歴史的なシーズンを送ったカリーはウォーリアーズをウエスト6位でプレーオフに導き、プレーオフ1回戦でなんと3位のナゲッツをアップセットし、続くセミファイナルでサンアントニオスパーズに敗れたものの、暗いシーズンの終わり方ではなく未来への期待で溢れるようなシーズンの終わり方だったのを本当に覚えてます。
1, 2, 3. 翌年には全体的なパフォーマンスやとりわけプレーメイク力を大きく向上させ、自身初のオールスターに選ばれるなど、個人としては順風満帆な1年でしたが、チームとしてはプレーオフ1回戦でクリッパーズに敗れるなど、前年度からの期待を下回るシーズンとなってしまい、ジャンプシュートやスリーポイントが主体のチームはレギュラーシーズンは勝てても、プレーオフややはり優勝には手が届かないのではないかというステファン・カリーとウォリアーズの限界についての話も多くされることとなりました。Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. しかし迎えた2014-15シーズンで、カリーは自ら打ち立てたスリーポイントの記録を新たに塗り替えることとなり、286本のスリーをこのシーズンに沈めると、その勢いでプレーオフを制覇し、自身初となる NBA ファイナルまで駒を進めました。ファイナルではレブロン・ジェームズ率いるクリーブランド・キャバリアーズと対戦し、4勝2敗でついにゴールデンステート・ウォリアーズを NBA チャンピオンへと導きました。自身もキャリア初の MVP を受賞し、迎えた翌シーズンにはまたしても自身のスリーポイント記録を更新。シーズン402本のスリーポイント成功という大記録を打ち立てました。そしてウォリアーズのチームとしても1995-96年のマイケル・ジョーダン率いるシカゴブルズが打ち立てたシーズン72勝という誰にも破られないであろうと言われていた大記録をなんと73勝という圧倒的なシーズンで記録を塗り替え、カリーは NBA 史上初満票での MVP に選ばれました。NBA ファイナルでは危機迫るレブロンの前に3勝1敗のリードから大逆転負けを喫し、歴史的なシーズンを完璧な形で飾ることはできませんでしたが、カリーを中心にウォリアーズは魅力的なチームに成長しており、結果としてはスーパースターのケビン・デュラントの勧誘にも成功し、その後2回の優勝を成し遂げました。When it comes to basketball, I was always the smallest kid on my team. I had a terrible, ugly catapult shot from the time I was 14 because I wasn't strong enough to shoot over my head, and I had to reconstruct that over the summer, and it was the worst 3 months of my life. Do you think there were no hurdles or obstacles that I had to overcome? But even when I got to high school, I wasn't ranked. I wasn't highly touted as a high school prospect. I had nobody really running, knocking on my door saying, please, please, please come play for our school, until Coach McKillop called. And, everything happens for a reason, and there's a story to everything. And if you take time to realize, what your dream is and what you really want in life, no matter what it is, whether it's sports, whether it's in other fields, you want to be the hardest working person in whatever you do, and you'll put yourself in position to be successful. And you have to have a passion about what you do. And basketball was mine, and that's what's carried me to this point. はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。怪我や過小評価といった逆境を乗り越え、たとえ身体能力が低くても無名の大学からであっても歴代屈指のバスケットボールプレーヤーになれることを証明したカリー。来シーズンは自身もチームも完全復活が期待される中で、どこまで驚かしてくれるのか本当に楽しみです。強いウォリアーズがいない NBA はなんだかんだ言って寂しいですからね。皆さんも最近のことだと思っても意外とね、こうやって振り返ってみると懐かしいって感じたシーンが多かったんじゃないでしょうか。ぜひコメント欄にも残していってください。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。